皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。無次元数は私たちの周りで起こるさまざまな物理現象、化学現象などを支配しています。このような自然の中で生きるあなたは無次元数に支配されていることになります。しかし多くの人が無次元数の存在や意味を知りません。そこで今回は無次元数についてお話しします。単位を持たない数を無次元数と言います。この定義によれば、例えば男女からなるクラスにおいて男の数または女の数をクラスの人数で割った値も無次元数ということになりますね。しかし科学で一般的に言う無次元数とは、物理現象、化学現象などを表す数式モデルに含まれる単位を持たない変数、パラメータを指します。これらはそれぞれ無次元変数、無次元パラメータと呼ばれます。以下ではこのような無次元数に限定して話を進めます。無次元変数はシステムの変数をこれに密接に関係するパラメータで割ることにより設定された無次元数です。一方、無次元パラメータはいくつかのパラメータが組み合わされた一定の値の無次元数であり、数式モデルを無次元化する際に自動的に生じます。また、この値の大きさは無次元変数の変化へ影響を及ぼします。今回の動画の表題のあなたは無次元数に支配されているとは、無次元パラメータを指します。1式はこれまでの動画で何度も取り上げた酵素反応速度を表すミカエリスメンテン式です。初期条件を2式で与えます。式中には3個の変数 s、t、v と2個のパラメータ k、m、v、max が含まれています。最初に s を s0 で割った無次元変数 y を定義します。そして本変数を基準にして1式を順に無次元化します。ここで無次元時間 τ と無次元基質濃度 β を定義します。4-2' 式へ3式と5、6式を適用して整理すると7式を得ます。また初期条件は8式となります。これは無次元化したミカエリスメンテン式です。7式において y と τ は変化するので無次元変数です。また β は乗数とパラメータからなる一定値なので無次元パラメータです。7式から次のことがわかります。1、無次元化の前後で変数の数は変わらない。2、無次元化によりパラメータの数が減少する。3、無次元変数 y は0と1の間で変化するように正規化されている。4、τ に伴う y の変化はベータの大きさにより支配されている。有次元の世界で1式を解く場合、Vm、Km にどのような値を使うか悩んでしまいますね。このために論文データなどを使うことを考えるかもしれません。しかし S の時間変化はここで使用したパラメータの大きさに応じて様々に変わります。その結果、ミカエリスメンテン式の特徴を十分に理解できないかもしれません。一方、8式の下で7式を解くことは、無次元の世界でミカエリスメンテン式の特徴を見ることになります。無次元の世界では、ベータに2の値を代入して計算することになります。この時、
ベータの値はある意味を持っています。例えば、ベータイコール1のとき、S0 の値は Km と同じ大きさにあることを意味します。そして、ベータがこのような値を取るとき、有次元の世界において S は得られた計算結果と同じように指数関数的に減少することになります。あるいは、ベータイコール100のとき、S0 の値は Km よりも十分に大きいことを意味します。そして、ベータがこのような値を取るとき、有次元の世界において S は得られた計算結果と同じように、ほぼ直線的に減少することになります。有次元の世界では S0 と Km は互いに独立した値なのですが、無次元の世界ではこれらは合体して一つの値になります。例えば、ベータイコール1となる S0、Km の組み合わせは無限にありますね。無次元の世界ではこれらを単に1という値で指定できるのです。すなわち、基質濃度の変化はベータの大きさにより支配されています。無次元世界での計算結果からベータが大きいならば基質濃度はほぼ直線的に減少し、小さいならば曲線的に減少することが予測できるのです。また、計算された無次元基質濃度 y は0と1の間で変化します。最初が1で、これより0へ向かって減少します。例えば、y の計算値が 0.1 だとしましょう。これは基質濃度が初濃度の10分の1になっていることをすぐに理解させてくれます。代表的な無次元数についてお話ししましょう。1800年後半にアイルランド生まれでイギリスの物理学者であるレイノルズは管内の流体の流れ現象について研究しました。低流速の場合、水は各部の流れが混じり合わない層流の状態で流れます。しかし、流速を大きくしていくと、ある速度以上では管の半径方向にも乱れて流れる乱流となります。彼は層流と乱流の違いが何によって決定されるのかを検討しました。その結果、彼の名前にちなんでレイノルズ数と名付けられた無次元数を発見しました。管内の流れはレイノルズ数が2300以下の時層流、4000以上の時乱流になります。また、これらの値の間は層流から乱流への遷移域となります。レイノルズ数の中身を考えてみましょう。前の動画で述べたように、単位は割り算と掛け算を行うことができます。そこで、これらの単位をレイノルズ数の形でまとめ、計算を行うと、確かに単位がなくなることがわかります。よって、レイノルズ数は無次元数です。無次元の世界では、個々の物理量、物性値がシステムの特徴を決めています。しかし、無次元の世界では、レイノルズ数が流れの状態を決めているのです。すなわち、水の流れはこの無次元数により支配されているということができます。前の例、すなわちミカエリスメンテン式へ戻りましょう。今、有次元の世界でさまざまな基質初濃度 S0 に対して反応初速度 V0 を測定したとき、本式の線形化式は10式で与えられます。線形化プロットは構素の違いにより異なる切片と勾配を持ちます。一方、無次元の世界でのミカエリスメンテン式の線形化式は11式のようになります。すでに3章8節で述べているように、この線形化プロットでは勾配、切片ともに構素の違いによらず1になります。すなわち、
交素反応がミカエリス面点型であれば、線形化プロットはすべてこの特徴を持つことになります。これから数式モデルを使った解析を行うとき、ここでお話しした無次元化技術を使います。よって無次元化の意味を十分に理解してください。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。